どうも、ちぬこチャンネルです。今回は用水路でガサガサして獲物を捕まえます。初めての食材なので料理の方はどうなることやら。動画の後半にお知らせもありますのでお見逃しなく。よし、行きます。なんかいるといいな。小刻みに動かしながら、ないか。いたいた、ザリガニ。よしまだ赤くない。まだ子供ですかね。なんかすごいちっちゃい魚いませんでした今。あ、いた。オタマジャクシだいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいでカエルになります。お、なんかいた。なんかいたよ今。あ、何この子。かわいい。かわいい。かわいい子。あ、何これ。ヤゴ。ヤゴはね、トンボの子供です。トンボはね、寒い時期に卵を産むので、これは春に羽化した幼虫だと思います。あ、カメいない？カメだ。カメ？違うか。どっか行っちゃった。は、カエルの可愛い子。わあ、アマガエルだ。カエルは皮膚表面から毒を分泌します。アマガエル触った後、顔を触らずによく洗うことが重要です。そして2匹目、イボガエル。これはヒキガエルの方じゃなくてツチガエルです。匂いのある粘液を分泌するので、これも触らないようにしましょう。あっち行けるかな。落ちたくないな。あー、やだな。はっ、よし。あ、シラスエビ？スジエビかな、モエビかな、どっちか。小さくてね、ちょっと見分け難しいです。なんか他の魚いないかな。よいしょ。すごい数です。こんなに取れるとは。ザリガニだらけの用水路です。アメリカザリガニとアカミミガメは条件付き特定外来生物と指定されています。条件付きっていうのは釣る、取る、飼育は OK なんですけど、移動して他の場所に放すのはダメ。生息場所を絶対に広げないようにしましょう。これメダカに似てるけどカダヤシという名の外来種ですね。でかいこのオタマジャクシ、ウシガエルのオタマジャクシです。他のオタマジャクシはね、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらいでカエルになるんですけど、このウシガエルは1年ぐらいかかるそうです。はい、ブラックバスの子。これも外来種ですね。ちゃんとちっちゃくてもブラックバスです。すぐ近くの用水路に移動してきました。食べれそうな大きい魚を探してみます。魚発見。バレないように。バレた？バレたかこれ。びっくりした。これ手でいった方が早いかもしれん。どこ行った？濁ってて、濁って見えづらくなっちゃう。よし、惜しい。マジ惜しい。触った。
よし、これは手でいく。手でいきます。絶対いける。絶対いける。じゃあ、よし、捕まえた。よし、やった。やった。びしょびしょだよ。やった。大きいのゲット。濃いです。いいサイズ。測ってみようかな。タモでね取ろうと思ったんだけど、逆にタモで取る方が難しかったので、素手でガバッといきました。エラにね手をグッと突っ込んで、魚体を体で包み込むような感じでグッと力いっぱい持ち上げて取ることに成功しました。いやー、いいサイズじゃないこれ。初めて鯉通ったのは58センチ。鯉にしてはねちょっと小さめかな。でも私が食べるにはちょうどいい食べ頃サイズ。つーちゃんよしさあ、まずは乾杯しましょうか。美味しそうやったー。綺麗な小麦色、すごくいい香りします。イオンで見つけました。いぶりがっこチーズという美味しそうな、ここに持って、いやー、皮に入って疲れましたねそれでは乾杯。美味しい。すっごいコクがあります。最後に結構ガツッとくる苦味がいいですね。美味しい。ビールともよく合いますよ。鯉はねすっごく身近な魚なんですけど、意外と食べるのは初めてです。有名な料理で洗いといって、お刺身で食べる料理があるんですが、野生の鯉なのでしっかり火を通していただきます。あと鱗がすっごく大きいの。私の足の親指の爪より全然大きい気がする。頭を落とします。骨はね硬いですよ。よし、OK。ぶつ切りにしていきますね。硬い。よいしょ。はい、結構切るの大変でした。身の色は割とピンクいんですね。いちごミルク色っていうのかな。生姜を切って薬味ですね。夏の香りがします。そうめんとか食べたくなっちゃうね。お水と酒、みりん、砂糖、味噌ですね。もうこれでだいたい何作るかわかりますよね。生姜を入れて火にかけます。お味噌が溶けてきたら、落ちる。よいしょ。そしたら一煮立ちさせます。さあ、いい匂いがしてきました。まだね中見てないんでちょっと開けてみようかな。せーの、オープン。なんか身がバラバラになってるような感じ。なんか見栄えがちょっとあれですな。骨がこんなに大きかったんですね。ほらすごい骨。ネギたっぷり、みょうがたっぷり、柚子七味唐辛子なるべく匂いを消そうとしてるのがバレちゃう七味を振りまして、とできた。鯉こくの完成です。鯉こくっていうのはね、長野県とかの郷土料理だそうです。夏なんでね、ちょっと七味を入れてピリ辛に作りました。さあ、これはちょっと置いといて、もう一品作る。骨を切るのがめっちゃ大変だったので、骨そのままいっちゃおう。身にもね切れ込み入れていきますね。こんな感じで。尻尾だけは切るか。多分鍋に入らない。白菜、冷蔵庫で2日置いたしなしなのやつあとは彩りきれい系ピーマン。ピャー、落ちる。おーっとセーフオッケー。
先ほどの野菜を油で炒めていきます。お野菜ミックスも買ったので、スキレットに焦げがついてた。黒胡椒振ってないのに黒胡椒みたいになっちゃいましたが、まあ気にしない気にしない海鮮五目あんかけ、イエーイ。適度に火を通しておきます。片栗粉をまぶしていきますね。大きいメスティンに油を注ぐ。これ入る？怖いな。飛ばないでね。怖い。飛ばないで。入った。ちょうど。めちゃくちゃちょうどでした。よし、裏返してみようかな。跳ねないでね。よいしょ。おお、なんかすごい。よし、そしたらこれをお皿にのっけます。じゃん。この度魚を釣って美味しく食べるためのグッズを作りました。自分自身が小屋飯で使う時にこんなのあったらいいなというのを形にしました。お皿セットとタンブラーです。ロゴはこれ。ちぬこの C に魚マークがさりげなく書かれてておしゃれですよね。壊れにくい陶器素材です。色も白で形としてはすごくシンプルなのでどんな料理にも使えると思います。ビール用のタンブラー、さっきもちらっと出てきました。傷のつきにくいステンレス製なのでアウトドアにも使いやすいです。同じものが欲しい方は期間限定販売しますので概要欄のリンクからご覧ください。もしこんなの欲しいなというものがあればコメント欄でぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、OK。あんをかける。うわー、できました。揚げた鯉に野菜たっぷりの中華あんをかけました。もうこれどういう料理？ちょっと料理名が私にもよくわかりません。すーちゃん、そしたらおやつあげよっか。私が食べる前にすーちゃんにおやつね。今回はこれクッキーサンド、マグロ味とマグロ&チキン味だねチキンはすーちゃんアレルギーがあるからね。じゃーん。はい、こちら。ちょっと待ってね。ちょっと待って、開けるから待ってよ。待ってよ。どっち行くのよし、はい、どうぞ。あ、かわいい。シルコサンドみたいな名古屋の人わかるかな。シルコサンドみたいな感じになってる。もう食べちゃったの？もう一個もないじゃん、すーちゃん。飲んじゃったでしょ。まあ、少なかったからね。よーし、はい、完成しましたすごい量です。まずは鯉コクからいただきます。骨、骨が、骨が気になる。骨が気になるだけ。味美味しい。思ったよりね、臭みとかはないですね。シーチキン違うかな。お味噌と薬味でね、しっかり火を通したこともあるんだと思うんだけど、いけますね。なるほどね。お味噌に使ってないところは確かにちょっとなんていうのかな、ちょっとこう濃いっていう感じガツンと濃いっていう感じがくるけど、味噌と薬味とはの相性は抜群ですね。身質も割とね柔らかくてホロホロしてますね。なんかそのカチカチとかなんていうのかな、パサパサとかそういうこと全然ないですね。美味しいですね。がっつり皮をいきたいと思います。これどうなんだろう、匂いとか。食感がね、きくらげよし。
身の質は結構きめ細かいんですよ。こういうあんかけのあんにすっごくこう絡んで美味しい。なるほど。あ、でも骨がね食べづらいっちゃ食べづらいかな。量が多いのと、骨もちょっとねかなり多くて時間かかっちゃったので、これは明日ちゃんといただきたいと思います。ということでこちら大事にとっておいて、ごちそうさまでした。今回は川でのガサガサに挑戦してきました。いろんな生物を見ることができてね、私も改めてこの自然の豊かさを感じましたね。そしてこちらの鯉、ドロドロになりながら川に入るっていうのはね、割と夏の楽しみの一つなんじゃないかと思います。これからも安全に気をつけながらいろんな釣りや生物観察を楽しみたいと思います。ちぬこチャンネルではチャンネル登録者50万人を目指しています。今後も魚釣りやアウトドアの情報をお届けしていきます。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。